こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、WPL フルアクション化プロジェクトその3の動画になります。こちらですね、2スピードミッションとウィンチの準備、あとは組み立てと配線の取り付けということでやっていきます。で、すいません。今回もですね、まずっていうところで、その1やその2でもお伝えしている通りですね、今回の WPL フルアクション化プロジェクトで行うカスタムは、ハンダ付けや車体の加工などの工作を含んでいてですね、自己責任で実施していただくものになりますので、その点ご了承ください。もし、まだその1、その2を見てない方は、そちらの動画の方からですね、ご覧ください。はい。では、今回の作業を始めていきたいと思います。今回はですね、2スピードミッションとウィンチの準備ということで、それぞれをですね、組み立てて、さらに車体に乗せるにあたってですね、必要な配線の処理、こちらを行います。で、具体的に必要な作業ですが、こちらですね、こちらの2スピードミッションについては、ミッション本体の、非常に簡単ですけれども、簡単な組み立て、サーボ取り付けるだけなんですけれども、あとは、モーターへの配線の取り付け、ここですね、ここに線を取り付けないといけないので、こちらへの配線の取り付け、あとは、その配線にさらにコネクターも必要になりますので、コネクターの取り付け、あとは、配線のフィッティングですね。これをこう実際に搭載して、配線の長さですよね。長さが、こう、取り付けた時に、もちろん短すぎると届かないですし、あまりにも長すぎても良くないと思いますので、その辺もうまく合わせながら作業をしていきますよという形になります。で、あと、ウィンチについては、こちらですね。こちらのウィンチについては、ウィンチ本体の組み立てと、あとはウィンチモーター。ここにモーターがついてるんですけども、ちょっとこれ見えないですね。この中にモーターが入ってるんですけれども、そのモーターへの配線の取り付け、あとはウィンチ制御モジュールっていうのが必要になるんですけれども、これですね。これを取り付けて、さらにこれもコネクタが必要なんで、コネクタの取り付けをしていくと。で、これも2スピードミッションと同じですね。配線のフィッティングも同時にしていきますという形になります。ただしですね、ウィンチ本体の組み立てについては、これも組み立ててあるんですけど、これだけで結構時間を取ってしまうので、別動画にしてアップしてあります。もし、ウィンチ本体の組み立てはまだだよという方で、組み立てをですね、参考にされたい方は概要欄にその動画のリンクを貼ってありますので、そちらでご覧ください。はい。では、2スピードミッション、こちらのですね、作業の方から進めていきたいと思うんですけれども、今回からは、配線のフィッティングをしながらっていうのもありますので、実際にですね、車体に搭載するイメージを確認しながら作業をしたいと思います。なので、もうこちらのこれ C34 なんですけども、この C34 を使って実際に作業を進めていく形でやっていきたいと思います。ちなみにこちらですね、ノーマルの C34 にメタルアップグレードパーツだけ搭載したっていうような状態のものになります。あとちょっとこのタイヤが変わってるぐらいですね。じゃあまずこちらの車体からですね、受信機兼 ESC、この基板ですね。この基板とギアボックス、これを外してしまいたいと思います。もうこの辺のコネクターも抜いてしまって、で、基板もですね、外してしまいます。これもうボディ外した状態で始めちゃってるんですけども、ボディの外し方がそもそもわからないよという方ですね、多分大丈夫だと思うんですけど、もしそういう方いらっしゃったら、他の動画で上げてますので、ちょっとコメント欄から、ボディの外し方わかりませんっていう風にいただければ、すぐリンクは貼るようにしますので、お願いします。はい、これで、まず基板が外れて、で、もうミッションも下ろしちゃいますね。これはもう、そんなに難しくないと思うんですけど、ここですね。ここのネジ2本と、反対側も同じです。ここのネジ2本。これを外せば、外せます。はい、これで全部ネジを外したんで、こんな感じで、ちょっとシャーシをですね、こう開いてあげると、こう簡単に外れます。で、このミッションを外しつつ、このプロペラシャフトもですね、こう外しておきます。はい、これでノーマルのギアボックスも外すことができました。はい、では続いて、ミッションの組み立てですね。これは、そんなに難しくないと思います。この付属のサーボをですね、この向きですね。この向きで、こうですね。こんな感じです。で、この白い軸ですね。これが右側に来ているという状態。この向きで取り付けます。で、付属のビスで固定するんですけれども、これサーボの耳も受け側も全部樹脂なんで、あまりにも強く締め込んでしまうと、パキッと割れちゃったりとかっていうのがあるので、そこはですね、気をつけながら、ほどほどのところで止めておくようにしてください。
はい、こんな感じですね。次にですね、配線を取り付けていくんですけれども、これが前回の動画で準備した ESC ですよね。で、ここの基板からモーター用に出ている配線がこれです。この赤い JST コネクターのオス、これですね。これがですね、ちょっと仮置きですけど、シャーシのこの辺に来ます。今回。もちろんこれ決まってないんで、慣れてる方、上級者の方で、いや、もっとこっちで配置するよとかっていうのいろいろあると思うんですけど、今回の例ではここに置きますので、ここからこうモーターに届かないといけないですね。で、線自体はこの辺から行くんで、こんな感じで。そうすると、ミッションが乗る向きっていうのは、こうなるんですけど、ここにですね。そうすると、ここが足りればいいっていうことになるので、こう見てみると、長さはそんなになくても大丈夫そうっていうのがわかりますよね。もうほぼこれだけでも届いちゃうぐらいの距離なんで、ただ、このコネクターがですね、外でつなぐような形にすると、ちょっと配線の取り回ししにくいと思いますので、どうでしょう、今回は、ここからここまでなんで、5センチぐらい、5センチぐらいにしておけば足りるんじゃないかなと思いますので、ちょっとそのような形で、配線を取り付けたいと思います。あとごめんなさい。ここの説明してなかったんですけども、ここにもですね、サーボホーン、こう、付属のものがあって、こんなやつですね。これ、取り付けるんですけど、今はまだ取り付けないです。後で、これ、通電させて、ちゃんと動く状態になってから、ちょうどいいところでこう、はめ込みたいっていう順番になりますので、今はこれはまだ取り付けないです。はい。では、この配線ですね。これを、こんな感じで5、6センチぐらいのところで切って、これを使っていきたいと思います。ちなみにこの配線なんですけれども、これもやっぱり太さがいろいろあって、今回ノーマルの180モーターから370モーターっていうモーターで、結構大きなサイズになりますので、おすすめは、線の太さの規格で AWG っていうのがあるんですけれども、それの20ぐらいが個人的にはおすすめかなと思います。これ以上太くしちゃうと、そこまで太くしなくてもいいんじゃないっていうのももちろんあるんですけれども、この JST 系のコネクター、これにですね、取り付けがかなり難しくなっちゃうんですよ。ここが太すぎて、入れづらいみたいな感じになっちゃうので、20ぐらいがいいと思います。そもそも、今回のこの ESC のこの線も、多分同じだと思うんですけどね。そうですね。20AWG って書いてあるので、これと同じ太さの、で、被膜もですね、シリコンのものを使うと柔らかくて取り回しもしやすいので、あと丈夫ですしね、おすすめかなと思います。で、もちろんこのプラスマイナスですね、これは合わせた方がいいので、これから使うですね、コネクタをちょっとつけてみて、で、だいたいここ番号が振ってあると思うので、今回の場合は1番に黒、2番に赤っていうので間違いないなっていうのを確認します。で、ここからですね、まずコネクタをつけていくんですけども、この手順は前回の動画でやった通りですので、ささっとやっちゃいます。はい、こんな感じで、コネクタですね、取り付けができましたので、ここからこれをモーターに取り付けていきます。これですね、ちょっと、被膜を剥いて、で、フラックスですね、フラックスをちょっと塗って、この方が作業はしやすいと思いますので、で、線を温めて、中にちょっと染み込ませるような感じで、ハンダをつけると。これからモーターの端子に取り付けるっていうのがあるので、気持ち多めにハンダをここに染み込ませておくっていう方がやりやすいんじゃないかなと思います。で、今回はもともとノーマルモーターの方についていたこのコンデンサーですね。ノイズ対策のためにこれも一応つけていきたいと思います。この絶縁のために収縮チューブがついている方を
モーターのマイナスの方につけていきます。モーターを見ると、これだとここに赤い印がついてますよね。こっちがプラスなので、その反対側、こっちがマイナスになりますので、そちらの方にこの収縮チューブがついている方、これをつけていきます。で、一旦こんな感じで足を曲げて仮固定っていう感じですね。で、プラス側の方はモーター管にもこうつけますので、こんな感じで沿わせておきます。で、プラス側だけは忘れないようにモーター管にもハンダ付けをしておきます。で、こっちのマイナスの方ですね。マイナスの方はモーター管への接続はしないので、余った足はですね、念のため切っておきます。続いてさっき作ったこのコネクターですね。コネクターと配線をつけていきます。もうこれはこのモーター管の赤い印がついている方、このプラスの方にこの赤いリード線ですね。はい、こんな感じで配線の取り付けとコンデンサーですね。コンデンサーの取り付けができました。これで2スピードミッションの準備は一旦完了になりますので、続いてですね、ウィンチの準備の方をしていきたいと思います。はい、こちらがウィンチになるんですけれども、これはウィンチの制作動画の方で作ったままの状態。なので、ここの糸はですね、まだ通電させてモーターを動かすことができないので、伸びた状態になってますので、それをちょっとある程度束ねて、一旦止めてあるっていう感じです。で、この配線なんですけれども、これ、元々のこのコネクターは今回使いません。なので、こう切っちゃいます。では、この時点でですね、一旦これ、ちょっと長さを見たい、フィッティングしたいっていうのがありますので、車体にですね、つけちゃいたいと思います。で、C34 への取り付け方なんですけれども、まず、ここのネジを外していただいて、バンパーを一回外します。両側のネジを外すと、もうこんな感じで外せますので、これを外していただいて、で、このバンパーのですね、ここに、ちょっと溝になってると思うんですけども、そこにですね、このウィンチを、ここですね、この両側のこことここをはめ込む感じです。こう、うまくはめ込んであげると、こんな感じですね。このような状態になります。ここですね。ここをはめ込んでます。で、もし、この取り付けの時点でですね、一応この本体にネジ穴が開いてますので、もし予備のネジ、余りのネジがあるような方は、ここ、そのネジを使ってですね、止めていただいてもいいと思うんですけども、正直ここ止めなくても、しっかりはまるような形にはなってますので、ネジですね、なければ特に止めなくても大丈夫です。で、この取り付ける前にですね、もし収縮チューブお持ちの方は、つけておくといいんじゃないかなと思います。こういう収縮チューブですね。これは 2mm 系のやつです。2mm 系のやつをここにこう通して、で、ここですね。ここをなるべく根元まで隠れるような感じにしてあげるといいのかなと思います。で、炙って縮めると。これで車体に取り付けていきます。で、この取り付けるときには、この配線ですね。この上から出しておくような感じで取り付けると、後で取り回しがですね、楽になるかなと思います。はい、こんな感じですね。さっき収縮チューブをつけたことで、コードがまとまり
コードがまとまるっていうのと、あとは、こう、ちょっとボディをつけた後にここ外に出るところなので、それが目立ちにくくなるかなっていう感じです。はい。では続いてこちらですね。このウィンチ制御モジュール。これを取り付けていくんですけれども、これがですね、結構こっちが長いんですよ。こちら側が。で、これは後で受信機に挿します。こちら側、この切りっぱなしになっている配線があると思うんですけれども、これをですね、このリード線とつなぎます。で、こちら側の長さなんですけれども、もうこっちがかなり長さに余裕がありますので、そんなに長く残す必要はないと思います。ただあまりにも短いとボディの外にこのモジュールの部分が出ちゃうんで、それはちょっと加味しながら適当なところで切ります。今回はそうですね、この辺りで切ろうかなと思います。だいたい7センチぐらいですかね。で、このウィンチはどちらの回転になっても特に問題はないので、プラスマイナスっていうのは気にせず、それぞれですね、ハンダ付けしてしまって構わないかなと思います。ではまずリード線の被膜ですね、剥いていきます。で、このリード線のところですね、ハンダメッキをして、ハンダ付けをしていくんですけれども、これは人によってやり方それぞれあると思うんですけれども、もしよければ今回のやり方を参考にしていただいて、もっと上手いやり方知ってる方はですね、もちろんそのやり方で繋いでいただければ問題ないかなと思います。で、こっちのモジュールの方もちょっと短くて怖いんですけど、こんな感じでちょっと慎重にですね、被膜を剥いていきます。で、今回この収縮チューブでですね、ちょっと隠しておこうと思いますので、どうでしょう。これぐらい、3、4センチぐらいですね。これを先に、この2本両方通しておきます。で、さらに、この2、3センチぐらいの収縮チューブ、これはさっきのより細いやつですね。2ミリ径のやつです。これを片方だけに通しておきます。もちろんこれ心配な方は両方やってもいいと思うんですけど、僕は片側だけにしてやっていきます。で、ここですね。ちょっとねじって固定しておくような感じでやっていきたいなと思います。でちょっとねじって余っちゃうような場所は僕は切っちゃってもいいかなと思ってます。パチッと切っちゃって。で、ハンダですね。はい、これで両側ですね、ハンダ付けで線と線をつなぐことができましたので、あとはこの収縮チューブでここを隠してあげて、まずこの細い方を炙って収縮させます。で、その上からこの太い方ですね、太い方をかぶせます。はい、これでハンダ付けをして線を全部つなげることができました。ちょっとここ長いですけどね。で、ここを短くする方法もあるんですけども、それは結構難しいので、今回はちょっと省いて、このままいっちゃいます。もしできる方は、ここもですね、短く調整していただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、今回、このミッションの準備、搭載する前のこのミッションの準備と、あとは、このウィンチの準備。これが一通りできましたので、以上となります。で、引き続き次の動画、その4の動画ですね。その4の動画の方では、プロポセット、受信機ですね。に、これを全部つなげて、で、走行用バッテリーも全部つなげて、通電させた状態でですね、動作チェックをして、一通り調整をしていくっていうのをやりたいと思います。はい。では、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。